はいどうも皆さんこんにちは。スターディの河野ゲートです。今回扱っていくのはこの問題。次の3つの実数 A、B、C の大小関係を不等号で表せ。100の解乗、2の600乗、50の100乗と。これ上智大学の問題なんですけど、これをね、記述で完答するの結構難しいんですね。っていうのも、ちょっとした落とし穴があって、その落とし穴をどう処理してあげるか。これがポイントになってくると。早速やっていくと、今回の問題、大小関係ですね。大小関係のポイント。同じ形を作って比較してあげると、例えば簡単なので言うと、3とルート10。これはルート9とルート10と同じ形にしてルート10の方が大きいってわかる。他にも、例えばね、2とログ2の3。これはね、同じくログの形、ログ2の4っていう風にしてあげることによって、大小関係が分かっていくと。これがね、基本ですよね。それを考えると、同じ形を簡単に作れるセットっていうのが B と C でね、指数。すなわち B イコール2の600乗。で C イコール50の100乗。ということで、このね、指数関数のね、定の部分と指数の部分、どっちかを揃えてあげればいいと。で、今回、600乗の方をね、100乗の6乗っていう風に見てあげることによって、2の6乗の100乗ね。64の100乗。っていう風になるので、ね、64の100乗と50の100乗だったら、こっちの方が大きいよね。64の100乗の方が大きい。これより B 大なり C ということがわかるよと。じゃあ、この問題のポイントが100の解乗 A の処理でね。この A が B より大きいのか、B と C の間なのか、C より小さいのか、っていうことを考えていかなきゃいけない。で、大体ね、これトリッキーな問題じゃないですか、ぶっちゃけ。なんとか乗っていう問題の中に解乗を比べさせるって、あんま見ない問題ですね。こういう問題って、うまくね、問題できてるんですよ。ね。うまく解けるように問題設定してあるので。はい。ということで、うまくできてるはずなんだよな。で、大小関係の基本に立ち返ってあげる。それが、同じ形を作って比較。要は、ある程度何かしらが揃っていればね、大小どっちの方が大きいかっていうのがわかるわけですよ。ね、これもなんとか乗。どっちもね、指数の形だから、ね、なんとかの100乗で揃えられそうだなっていうのがわかると。じゃあ、100の解乗と何かしらの形で揃えられそうなものって何っていうことを考えていくんですね。で、そのために、まずそもそも100の解乗って何よって考えなきゃいけない。ね、定義から考えていく。それはすなわち、100から1まで順番にかけていったものでね。こんな感じで。かける2かける1と。これがそもそも100の解乗ですよ。これと比べて、うまくね、いきそうなのどっちって言ったら、これ C だよね。C。なぜかっていうと、100と50って近いっていうのもあるけど、一番の理由は、これ50、100個でしょ ?100 個並んでるでしょつまり、これ個数が共に100個なんだよね。ね。共通してる項として、全部で数100個かけてるよっていうのが同じ。ね。こういう同じところがあると比べやすいわけですよ。ね。こういう共通項を見つけてあげてうまく比べてあげるっていうのがポイント。じゃあ次にね。こっから、A が100から50、1までかけてあげて、C が50から50までかけてあげる。この A と C どう比べればいいんだろうなってことを考えていくときに、これね、よくある考え方なんですけど、セットを作ってあげる。ね。この解乗の方で49、51×49、52×48、53×47 と、こういうセットを作っていくことによって、こっちのセット50の2乗と比較できるようになるよね。すなわち、この50と50は一緒だからいいとして、50の2乗と 49×51、どっちの方が大きいのっていうふうに考えた場合、これはもういいよね。この49を50-1、51を50プラス1に分解することによって、和と差の積、要は50の2乗、引く1の2乗になるよね。そうしたら、50の2乗の方が当然大きいということがわかる。そうすると、このセットね、49×51、51×49 は 50×50 よりも小さい、こっちもね、このセットも小さい、このセットも小さい、このセットも小さい、っていうことになって、A の方がちっちゃいんだね。っていう風になりそうだね。で、ここで1個落とし穴。もうそれで、この議論を繰り返すことによって A の方が小さいっていう風にやると、減点ね。なぜかっていうと、これ、
トを作っていくとどうなるかって言ったら、この99に対応するものって1なんだよね。要は、足して100になる数をセットで考えていってるわけだから、98と2が対応して、99と1が対応してる。で、98×2 は 50×50 より小さい。で、99×1 も 50×50 より小さい。っていう風に分かるわけだから、このね、黄色より右側の部分について考えてあげれば、A の方が小さいわけ。こっちの方が小さいわけね。こっちの方が小さくて、こっちの方が大きいわけ。ただ、この左について見てあげると、A の方が大きいよね。で、C の方が小さい。よって、右側は A が小さいっていう風に分かるわけだけど、左側で言うと A の方が大きいわけだから、単純にこれだけ見たとしても、A と C どっちの方が大きいかっていうのは厳密には分からないよね。ここがちょっとした落とし穴。ね。なんか100の半分50だから、セットを作ってったら、いかにもね、なんかいい感じに揃いそうな感じするけど、実はこれ足して100になるようなセットを作ってあげてるわけだから、1に対応するのは99だよって話。つまり1個余っちゃう。この余ってしまう部分をどう処理してあげるかっていうところは腕の見せ所なんですね。じゃあ、これをどう考えていけばいいのか。A と C の大小関係を考えていく。この時にね、結構わかりやすいもの。要は掛け算がたくさん連なってるわけでしょ。掛け算がたくさん連なってる。そういったものの大小比較っていうものは、これね、A と C の比で考えると分かりやすかったりするね。C 分の A。ね。要は、A を C で割ったときに、それが1より大きいのであれば、A の方が大きいし、イコール1ならば A イコール C だし、1より小さいのであれば C の方が大きいというふうに言えるよね。それはもちろんどっちも正だからっていうのはあるんですけど、C 分の A っていうものを考えてあげることによって、すごく見通しが良くなるんですよ。つまり C 分の A 考えると、これまず50分の100っていうところが出てくるね。50分の100が2と。で、残りの部分。これがね、左の部分ね。左。じゃあ、右の部分はどうなるのって言ったら、セット単位で考えていきましょう。99×1 を50の2乗。みたいなのが出てくるわけね。99×1 分の50の2乗かける 98×2 分の50の2乗かける点々でね。で、どこまでいくかというと、50の2乗で分子は 51×49。で、残りはね、50分の50だけど、これは1で消えるよね。で、今回、これすべてが1より小さいわけ。小なり1。で、小なり1が全部ついて、小なり1という風になってるわけだけど、じゃあトータルで考えたときに、これが1より大きいのかどうかっていうことをね、あとは考えていけばいい。これは、それぞれの項をちょっとね、分析していけば、なんとなく見当をつくよね。っていうのも、これね、50の2乗と 49×51 を比べたときに、これ和と差の積分解して2乗引く2乗を作ってあげたわけでしょ。そうすると、そっからわかることっていうのが、このね、49×51、48×52 みたいな感じで、50、50、中央の部分から離れれば離れるほど、ここの部分小さくなるよね。99×1 っていうのは 50×50、50の2乗より大幅に小さいよね。99と。ということは、これね、全部1より小さいっていう風にやったわけだけど、このね、50の2乗分の 99×1 っていうのは、かなり1より小さいっていう風に言えるわけ。ね。1よりただ小さいだけじゃなくて、1よりかなり小さいわけ。実際50の2乗って2500でしょ。分の99と。かなり小さいよね。そうすると、もう、あとはなんとなくわかるよね。この2が邪魔だったんだけど、ちょっと99×1 のここの部分だけお邪魔させてくださいっていう風にすればもう完了。ここのね、一番最初の項だけ 2×99 の198っていう風にしてあげて、残りの部分は、2乗引く2乗ね。98×2 は、50の2乗引く48の2乗みたいな感じでどんどん続けていって。で、ここの部分は50の2乗分の50の2乗マイナス1の2乗。ここからここは全ての項が1より小さいし、このね、赤のね、2がお邪魔した部分すら1より小さいっていう風に言えるわけだから、全体として1より小さいよねっていう風に言えるわけですね。以上より C より A の方が小さいということがわかる。ね。A より C の方が小さいということがわかる。で、さっきね、C と B を比べたら C の方が B より小さいということが分かったので、
この大小関係が導けるよと。こういう問題ですね。このね、上智大学の問題、結構ね、記述をしっかりとね、考えていくと難しい問題なんじゃないかなというふうに思うんですけど、そのね、ポイントは、大小関係って言ったら同じ形を作って比較するんだよ。これが大原則。その大原則に基づいて B と C はね、指数部分を揃えたわけでね。で、同じように階乗なんか同じものって揃ってないかなって考えたら C と比べるのが妥当だと。100個で共通してるわけだね、かけられる数が。で、こことここをどう比較すればいいんだろうっていうふうに考えたときに、このペアを作っていく。で、ちゃんと落とし穴に気づく。この100と50が余ってるんだよ。どういうふうに処理すればいいんだろう。で、そこでかけられてるものの大小比較って言ったら、比を取ると見通しが良くなることが多いよね。で、あとは一個一個こう分析していくと、これ明らかにかなり小さい。ってことは2を1回ぐらいかけたところで1より小さいことは変わらないんだ。ということでトータル1より小さい大小関係 A、C、B の順番になってるよということがわかるわけですね。こんな感じで100の階乗が含まれていても大原則に従ってしっかりと考えていく。それがすごくね、大事なんじゃないかなと思います。そして最後に重要な大原則なんですけど、皆さん、チャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうものをコメントに残してもらえたら嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。